東海道新幹線の海側の車窓から見える富士山を伝統的に左富士と呼んでいます。今回、新幹線からの左富士に挑戦します。時を遡って江戸時代、旧東海道を江戸から京に向かうときに、道の海側、つまり左側に富士山が見えることを左富士と言いました。浮世絵師、歌川広重は、旧東海道の吉原付近で普段とは逆の方向に富士山が見える絵を好んで浮世絵の画題にしました。江戸時代から左富士は名所として知られていました。旧東海道では吉原付近の他にもう一箇所、茅ヶ崎付近でも左富士が見えました。旧東海道で2箇所あった左富士、現在の東海道新幹線から見える場所は1箇所です。東海道新幹線は直線的に線路が引かれていて大きな屈曲はありませんが、静岡と掛川の間に富士山を海側に見る、いわゆる左富士の区間があります。左富士を見るのに最適の席は海側の A 席ではありません。どこでしょうか？それはデッキに近い通路側です。席からデッキに移動してデッキに立って見るのが左富士を見るのに最適です。それは新幹線の窓の位置を見ればわかります。座席の窓の位置とデッキの窓の位置はまるで違うからです。左富士が見えるあたりで新幹線の防音壁を外から観察しました。上りの新幹線が通過しています。デッキの窓は防音壁の上にあり、座席の窓は防音壁よりも下です。下りの新幹線です。上りよりもさらにシビアで、デッキの窓は防音壁の上にありますが、座席の窓は防音壁に隠れています。運試しで左富士を見たい人は座席でちらっと富士山が見える場所は他にありますが、左富士をバッチリ見ようとした場合はデッキが最適というわけです。左富士区間は静岡駅に近いため、静岡に停車する上りの新幹線の場合、デッキで見るのは静岡駅で降りる準備をしている人の迷惑になります。下りだと逆行の新幹線に邪魔されないこともあって完璧です。下りの新幹線で静岡駅を出たら乗員乗客の皆さんの迷惑にならないことを確認してデッキに移動しましょう。山側のデッキに立ちました。安倍川を渡るまで時間がありますから、山側から南アルプスを見る楽しみもあります。安倍川を渡ると間もなく左富士の区間です。慌てずに迷惑をかけそうな人がいないことを確認しましょう。安倍川を渡ってからでも間に合いますが、早めに海側のデッキの窓に取り付きます。富士山は後方ギリギリから現れます。富士山の出現から見るためには窓にべったりと張り付いて後ろを振り返る必要があります。さて、富士山が現れました。この辺りは座席でも富士山を見ることができますが、かなり後ろを振り返らないと見ることができません。新幹線は徐々にカーブして富士山は見やすくなっていきますが、防音壁になります。デッキからだと下りの場合でも防音壁の上に富士山を見ることができます。座席に座っていると富士山を見ることはできませんが、デッキからだと比較的楽です。防音壁が下がりました。富士山は後方に去っていき、また見えにくくなっていきます。新幹線が再びカーブして富士山がどんどん後方に移動していき、国道150号のガードをくぐると間もなく用宗トンネルに入って左富士とはお別れです。新幹線海側の窓から左富士が見えることに気づくのはラッキーだとされていますね。